Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、この時期はですね、もう毎回言ってしまうかもしれないんですけど、やっぱり暑いです。とにかく暑いです。今日なんてもう最高気温38度とかでしたね。暑すぎて本当にアイスみたいに溶けそうだなって思ってます。はい、溶けるわけないだろうって思うかもしれませんが、気持ち的にはもう溶けてますはい、というぐらい暑いんですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？はい、今日もですね、私が一人でたくさん話す日本語のポッドキャストになりますので、何かをしながらでもいいし、ゆっくりしながらでもいいし、最後までたくさん日本語を聞いて勉強をしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、今日話したいことはですね、ことわざについてです。みずきです。チャンネル登録お願いします。皆さんはことわざって使いますか？会話で私はそんなに使わないかなと思うんですけど、本当に有名なことわざなら時々少し使うぐらいかなと思います。はい。で、今日はそんなことわざについて話していきたいと思います。最近私はですね、この本で英語を勉強してるんですよ。全然 PR とかじゃないので心配しないでくださいね。はい。で、この100日後に英語がものになる1日10分ネイティブ英語書き写しっていう本で英語を勉強していて、で英語のね、大きい TOEIC とかそういうテスト用の本とかもたくさんあるんですけど、やっぱりテスト用の勉強ってあんまり楽しくないなって思って、でなかなかはかどらないので、何か楽しい本はないかなって探していた時にこの本を見つけて、でこの本のいいところは人生に役立つ話が、100日分入ってるんですよ。なので、そんなにめちゃくちゃ長いわけじゃないんですけど、少し短めの人生に役立つ話が、1日目から100日目までで100個分英語で書かれているっていう感じです。はい。でね、ことわざの話するので心配しないでくださいねで、この本を読んでた時にあることわざを見たんですね。最初そもそもそれがことわざだって気づかなかったんですけど、英語で When life gives you lemons, make lemonade っていう文をね、この本で見たんですよ。で、このことわざのことを全然知らなかったので、この本で最初見た時、レモン？レモネード？急に何の話してるのってなったんですよねで、後で調べたら、ことわざかって分かって意味も理解できたんですけど、日本のことわざでレモンって使わないんですよね。なのでそれがことわざだって全然想像つかなかったです。もしかしたら日本より英語圏の方がレモンが身近な存在で、レモンもことわざに使うぐらいなのかなっていうふうに思ったんですけど、どうですか？皆さんは日常にレモンをすごく強く感じますか？そしてことわざに他にもレモンを使うものってありますか？もし知ってる人がいたらぜひ教えてください。はい。で、もう一つこのレモンの文がそういう意味のことわざだって想像がつかなかった理由があるんですけど、私ですね、レモン大好きなんですよレモンね、かじるぐらい大好きだから、これがレモンがちょっと悪いものとか悪い出来事っていうそういう意味だって想像がつかなかったんですね。日本のお寿司屋さんで炙りサーモンとか、サーモンとかによくカットレモンが一緒に出てくることがあるんですけど、そのね、レモンをサーモンに私はあまり絞らないので、絞らずにそのままレモンかじってよく食べるんですよそれぐらいレモン大好きです。あと唐揚げ用のレモン
唐揚げとかにもよくレモンがついてくるんですけど、唐揚げにはレモンをかけるの大好きなのでレモンを絞るんですけど、絞った後余ったレモンもかじって食べますそれぐらいですね、レモンが大好きです。梅干しとかも大好きですし、酸っぱいものが結構好きで、レモンも本当に好きなんですよね。なのでレモンがそういう日常の残念なこととか悪いことを意味するっていう想像が全然つきませんでした皆さんにとってレモンってどんな感じですか？そのレモネードにする前とかの普通のレモンね、生レモンって好きですか？酸っぱすぎてやっぱり嫌なものっていうイメージが強いですか？なんかそういうレモンのイメージみたいなものも教えてくれたら嬉しいなと思います。はい。でここからちょっと日本語のことわざについても話したいなと思うんですけど、でこのレモンのねことわざと全く同じ意味ではないかもしれないけど、日本語だったらどういう風に言うかなって思っていろいろ調べてたら、災い転じて福となすっていうことわざが似てるかな、近いかなっていう風に思いました。で意味は自分の身に起こった悪い出来事を逆にうまく利用していいことに結びつけようっていう感じです。なので教訓にしたりとか新しいチャンスに変えていこうっていう、そんなポジティブな姿勢を表すことわざです。で2つね比較してまとめてみたんですけど、やっぱり似てるけどちょっとずつ違うなって思ったところをちょっと紹介しますね。まずレモン。レモンは日常のちょっとした不運とか思い通りにいかないことっていう風に意味が出てきました。もし英語圏の方ちょっと違うよって思ったら教えてください。はいで、日本語のことわざの方の災いっていうのは大失敗とか自然災害とか結構大きな悪い出来事なんですね。なのでレモンとはちょっと違いますね。大小が違いますね。で、英語の方のレモネードを作るっていうのは、今ある酸っぱいレモンに砂糖を足したりとか美味しくアレンジするっていう、そういう工夫の意味がありますねって。なのでその今ある状況でベストを尽くそうっていうような意味かなって思いました。対して日本語の方は、災い転じて福となすの転じての部分ですね。転じてはピンチをチャンスに変えて状況を180度ひっくり返して成功に変えようっていうような意味です。なのでここもちょっとだけ違うかなっていう感じですね。工夫しようっていうよりかはもう大逆転成功しようみたいな感じですね。で全体的なニュアンスで比べると英語の方はなんかポップでカジュアルな感じなので日常会話でもよく使う、その落ち込んでる友達とかがいたらそのことわざを言ってあげることがあるみたいなね感じでネットで見たんですよ。もし違ったら教えてくださいなんですけど日本語の方は、少し古くて硬い言葉を使ってるんですね。なのであまり日常会話では使わないかなと思います。でもビジネスとか本とかちょっと大事な場面とかで使われる可能性があるかなっていうイメージがあります。なので日常会話だと私は使ったことがないかなと思います。でも見たらわかるし、小説とかなんか本とかでは見たことがあるなっていう、そんな感じです。今日はことわざを紹介してみました。でついでにこの本に書いてあった話で日本語学習にも役に立ちそうだなっていう話があったのでちょっとだけ紹介して終わりたいと思います。なんか日本語ね読んでて単語の意味がわからない時ってあると思うんですよ。で単語の意味を調べる時はその一つだけの意味を見るんじゃなくていろんな意味、たくさん意味があると思うので複数の意味を確認するといいですよって書いてありました。でなんでかっていうとその単語自体は知ってるのに文の意味がわからないっていう時がありますよね。
私はあるんですよ。例えば文を読んでなんか全部の英単語知ってるのに文の意味がよくわからないみたいな時があって、皆さんありますかね。日本語の単語は全部知ってるのに全部つなげたその文の全体の意味がなぜかわからないみたいなそういう時がもしあったら、大体その単語に、それぞれの単語に他の意味もあるんですよねっていう話でした。なので、今回で言うとレモンは知ってるのに、レモンっていう単語は知ってるのにその意味がわからないみたいな、私みたいな状況ですね。レモンも知ってるし、レモネードも知ってるし、ライフも知ってるし、全部の単語知ってるのにレモン、レモネード、何言ってるのってなるんですよねで、なんでかっていうと、その他の意味を知らなかったよっていう、そんな感じですね。なので、これは日本語学習でも役に立つかなと思うので、もしわからない単語があった時はぜひいろんな意味をチェックしてみてください。はい、そんな感じです。皆さんは好きなことわざありますか？英語でもいいし、日本語でもいいし、他の言語でもいいし、何でも大丈夫です。もし好きなことわざがあったらぜひ私に教えてください。私もね、いろんなことわざを知りたいので、はい、勉強したいなと思います。はい、そんな感じで、今日は私が日常的に体験したちょっとなんかことわざについてでもあるし、でも面白かったことでもあったのでシェアしたいなと思ってシェアしてみました。どうでしたか？こんな動画も好きですか？好きだといいなはい、じゃあ今日はここら辺で終わりたいと思います。今日もチャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。まだまだチャンネル登録者3000人目指してますので、どうかご協力よろしくお願いします。そしていつも通りですが、私の日本語のオンラインレッスンはiTalki とプレプリでやってますので、日本語レッスン興味あるなっていう方はぜひ一緒に勉強しましょう。はい、それでは改めて今日も最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.